ちは。銀座成功堂斉藤久です。日本刀の美、今回は金工師辻本圭さんをお招きして刀装具の世界をお送りいたします。刀装具製作の工程、そして製作のエピソードなどさまざまなお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では初めにですね、まずこの刀装具との出会い、でまたなぜこの刀装具の製作をしようかと思ったのか、そんなところからちょっとお話しいただけますか。最初私の職業的なことからルーツが出てきちゃうんですけど、普段私アンティーク時計の、言ってしまうと西洋彫金師をやらせていただいてるんですよ。でその中で刀と時計共通のコレクションをされてる方にたまたま運がいいことに石黒派の極物を顕微鏡で直接見せていただく機会があって、でそこからもう何でしょうね、言葉にならないぐらい惚れ込んでしまったっていうのが一つきっかけになってます。やっぱり手が届く若い年齢のうちに何か挑戦したいなっていうのが一つのスイッチにはなってましたね。やはり石黒派の魅力の花鳥のものすごく細やかな顕微鏡で、今の時代の顕微鏡で見ても耐えるようなディテールのクオリティに圧倒されたのが一つで。確かにね、石黒は私も数多く今まで扱ってきてますけども、本当に緻密で、で細かいところまで、丁寧に仕事してますのでね、今どんなところから制作を始められたんですか。そうですね、全体的な石黒派がやってきた細々とした何でしょうね、作業のジャンル分野別に分かれると思うんですけど、そこのプロセスは正直ある程度想像はできてました。でただそれが伝統的に合ってるか合ってないかっていうのは、はっきり言って現物を顕微鏡でじっくりと1週間なり2週間見ない限りヒントは得られないので、とても購入できるような身分ではないので、どうしようかなと思った時にたまたまなんですけど、京都の清水三年坂さんで石黒派の作品がバーッと展覧会をやられた機会があって、でその時に美術館さんで販売されていた大刷りのポスターが普段これくらいのものが大刷りなのでこんな大きさで撮影されて、数百円で販売されてたので、これは一番ヒントになるなと思って、そこからですね、そこからもう分かりやすく自分の中でプロセスが制作完成までのが予定が組めて、これは現実何か一つ形になるなっていう確信を得たきっかけです。じゃあ辻本さんは独学でこの制作を。独学ですね。独学ですと、なかなかいろいろやっぱり苦労もおありだと思うんですよね。楽しみながら具体的にですね、この制作の工程ですね、プロセス、ちょっとそんなところをですね、ご紹介いただけたらと思います。まずは下絵ですね。何はともあれデザインでしたので、私の中でも石黒派で代表的なモチーフっていうと花鳥でクジャクでしたので、クジャクは見どころがたくさんある生き物なんですよ。尾羽にしてもこの首周りの鱗模様にしても、で色も使えますし、下絵を、当然描いていくわけですけど、正直なところ早く細かいところを彫りたいこればっかりが優先されてしまうものなので、まずは、地べたになる部分です。クジャクの骨格から肉の流れ、梅の木なら梅の木がどう生えるか、この部分をおろそかにしたらいくら細かく彫れても台無しになるかなってやっていたので、結構粘土をこねました。粘土をこねて、現物よりも何倍でしょうかね、結構大きいサイズのものを、モデリングして完成形のイメージを考えながら、金属材料を削っていって、梅の木からです。背景になる梅の木を、木のシルエットを彫って、つぼみ花を咲かせてそれを、配置させて、でその後にクジャクのモデリングをしたものを細部に、行く前段階で何度も確かめながら、肉の置き方を注意しながらやって、最後の1ヶ月は正直自分へのご褒美でしたね。もう細かいところいくらでも彫っていいよっていう自分に対する褒美みたいなものがあったので、昔の人からするとありえないと思うんですけど、顕微鏡を使って僕彫るんですけど、顕微鏡を使って彫らせていただく感じですかね。ますけど、昔だと、顕微鏡はなかったと思うんですよね。昔の人はどうしてたんですかね。
おそらくなんですけど、時代的にはもう工学的に、いわゆるルーペ虫眼鏡って言われるようなものはあったので、何かその視覚視力の補助をするアイテムは使ってたと思うんですよ。であとはピンホールカメラの応用で、写し込んだものを手元をちょっと拡大しながら彫ってみたりとか、こういうのは口伝では聞いたことあるんですけど、想像ですよね。それを含めてロマンかなと思います。確かに本当にそうですね。塗装具ができるまでのこの工程ですね、今お話伺ったんですけども、なんかその制作にあたってですね、なんかこう、エピソードみたいな、ね、せっかくですからね、我々当たり前ですけども、石黒ですとか五島の人たちにね、もうそういう話を聞けるわけないんですからお話聞かせていただけますか。そうですね、マニアックな技術的なところはもちろんいくらでも正直あるんですけど、メンタル的なところですかね、お話しできるとすると、やっぱり長いスパン1個に対してかかるものなので、今日はしんどいなとか、正直あります。でそういう中で、一つメンタルキープする部分っていうのが墓参りをしてました。って皆さん反応なされるんですけど、石黒正恒、おそらくここのお墓、なるほどあります。あとは、石黒正恒から始まって、本並光悦、後藤一条、あとは巣鴨の方に雲野正味、偉人たちの墓参りをして頭を下げて、なんとか完成までこじつけますようにっていうのは。いやでもそういう精神的なことっていうのはやっぱりね、特にこの日本人、またこの刀剣や塗装具扱う我々ね、大事なことだと思いますので、私もちょっとぜひ見習いたいなと。その他には何かこうありますか、お話。運慶会計をたくさん見てます。尋ねまくってますね。平安後期にあれだけの彫刻を作った人たち、この世界でもものすごくこう通ずる勉強になるところがたくさんあるので、あとは彫刻もそうですけど、花鳥画はここ数年やっぱり意識的に見るようにはしてます。なるほど。そういう意味ではやっぱり、作品が、我々もそうですけども、やっぱりその心眼も含めてそうですけども、やっぱり作品が最終的に一番のやっぱり先生になるんですね。そうですね。それでは辻本さん、実際にこう制作されたこちらの作品のちょっとご紹介をお願いいたします。タイトルがですね、モチーフのまんまですね、梅樹、梅の木に乗っかってるクジャクということで、梅樹クジャク小塚というタイトルでクラシックな方向に振って制作したものです。これ意識的に石黒派が使っていた色の構成はかなり取り入れてるつもりです。鳥のこうメインになる顔から胴にかけては金色で一番こう強くアピールをして、で色絵ですね、彼らがやってたことを一番やっぱりこう惚れ込むべきは色絵なので、さまざまな銅の合金です。銀の割りの入った渋一合金を羽に入れてみたり、でそれを黒い金属で挟んでそのまま金に流して色をこう展開させて、で最後にこう少しのポイントだけ赤い色に染まり上がる須藤を使ってみたりとか。そんなとこは意識的に配置してます。であとちょっと1点だけこれを制作する前に、谷崎潤一郎さんの本だったと思うんですけど、昔の日本人が暗い建築環境の中で、確か漆の工芸品だったりとか金工品を楽しんでいたというか、もう暗い環境で見たのが当たり前なので、金色の反射光をたくさんこう用いて、ものを観察してたという一文読んだ覚えがありましたんで、このクジャクに関しては尾羽のところに僕が顕微鏡を見ながらたくさんこう筋目を入れて、クジャクの尾羽目玉模様がたくさんあるので、そこに金を線状にだいたい太さにして 0.05 ミリぐらいの線をたくさんこう彫って金を入れ込んで目玉状にしてます。でこれ暗い照明下ですと反射光で、ふわっとこう目玉だけが反射して立ち上がるような演出ができたらいいかなっていうのが一つ狙いとしてやってますね。あとは何でしょう、ちょっと時計の技術はいたずら心で使ってみたかったので、目玉は旋盤で削り出してます。旋盤で18金の金を軸を入れて玉を作って、
ここにもう一個、0.5 ミリぐらいの目玉なんですけど、そこに 0.3 ミリぐらいの穴を開けて尺度を入れて、白目に対して黒目がこの辺を向いてるっていうような、こういうなんでしょう、目線の演出を、こういうところはちょっと細かい部分なんですけどこだわったところですね。いや細かく本当に細かく彫ってありますね。ありがとうございます。この顔の表情もね、本当にこう石黒の、なんか猛禽の顔ですし、先ほどおっしゃってたこの目ですよね、あとこの梅の木ですよね、この木の幹のこの表現、ありがとうございます。これは素晴らしいですね。すごいですね。結構古いものを見ると木の肌の表情は意外とさっぱりしてるのが多いと思います。でそれは全部彫るのが正解ではないとは思うんですけど、彫ってみるのもありかなと思って、いや、すごくその表情がこの赤道寺で出てますよね。梅の木は実際ものを見ると川の水槽みたいな木の表情してるんですよね。ある意味ちょっとグロテスクなところもあるんで、うわっていうような、いやその感じがすごいよく出てます。ちょっとこの角度から見ても分かるんですけども、この高彫り、ものすごくこの立体感があって、こう力強い感じなんですけども、これ本当に叩き出すのもこれ大変なんじゃないですか。これそうですね。何せ貴金属高騰してますのでそれもありますよね。今もう本当に物資の、特にこの金が大変なことになってますね。そういう意味ではこう貴重な材質を使っての作品ですけども、そうですね。このヤスリはちょっとどんなあれなんですか。完全に伝統に習ってやりたかったので、友情ヤスリ、すり目を立てて木の樹木のようなバリの立て方をして見せるようなすり目ですね。なるほど。これ具体的にですね、この一つの小塚が出来上がるまで、皆さんやっぱりそこも知りたいと思うんですけども、どのぐらい期間っていうのは時間はかかるものなんでしょうか。具体的にですと平日9時半には自分の作業台に座ってます。夜の9時半に、で夜の1時まできっちり、それを平日だけやってます。で要するに月曜から金曜日。そうですね。でやって、でそれで大体半年間ぐらいだったと思うんですけど、じゃあ例えば、昔のそれこそ石黒、彼らは大体、僕のその制作工程時間がちょっと彼らに参考になるっていうのはもう大変失礼な話なんですけど、ただ想像するに彼らは当然分業制でしたんで、小塚なら小塚の箱の部分を作る職人で、クジャクならクジャクのボディの部分を打ち出す、もしくは削り出して別パーツで貼っつける職人で、最後に細かいところを彫る、摩擦の本人かもしれませんし、どこまでやったかっていうのは完全な分業制工房制なので、今だと想像のロマンでしかないんですけど、その部署部署にエキスパートが集まってできる分業の究極の工芸品なので、そういった部分では時間でいうと意外と早かったんじゃないかなと思います。おそらくその昔だって誰からの注文であったかとか、あとはその金額ですよね。そんなことによって多少の昔の人たちもその順番優劣じゃないですけどあったと思うんですけど、そうするとどうなんでしょうね。大体仮に私が当時の人間だとしてオーダーして依頼をして一本あれするのにどうなんでしょう、1ヶ月はかかんなかったんですかね。想像になりますけどね、分かんないですから。たじゃないと多分それなりの人数を抱えていたファクトリーだと思うので、商売として成立しなかったんじゃないかなとは。私もなんかそう思いますね。そうですね。今年当職展の方にこちらの作品なんですかね、ご出品されたというふうに聞いておりますけれども、恐れながら初参加で初めて作った、作品で、ありがたいことにたくさんのお言葉いただいて、おかげさまで努力賞2席って賞をいただいて、本当に恐縮でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。それとこの隣にですね、制作途中ですよね、こちら。これは縦図になるんですね、これは。そうです。だいたい作り始められてからどのぐらいなんですか、今。そうですね。2023年の4月ぐらいから着手をして、絵を描いて、
実際金属をこういじり始めたのがゴールデンウィーク後ぐらいですかね。まあね、はい、まだ途中の段階ですけども、ちょっとね拝見させていただいたんですけど、本当にこう細かくね、緻密にね、昔の人も当然そうですけども、こうやって作られたんだなと思うと、なんかすごく本当に見ててね、僕こういうのなかなか見る機会がないもんですから、僕らも。でこれはあと完成までにはだいたい予定としては、そうですね、ざっくり多分24年の4月ぐらいになんとか形になればいいかなとは思ってるんですけど、これちなみにです、これあれですか、下の部分とか余白の部分は当然これから7個、そうですね、7個巻きますね。大方今時点で体から足先、落ちてる葉っぱの表情なんかは彫り終わってますんで、あとは全体的に金を塗る箇所ですね。でほぼ昔から桐の葉とセットなので、どうしてももみじが彫りたかったんですけど、もみじが水面に落ちる様、その水面に足を設置するかしないかって方を描きつつ、桐の葉も1枚横にふわっと、これは色をすると黄色く染め上がると思うので、黒い水面にふわっとこう秋の日暮れに降りてきたようなシーンが彫れればなと思ってます。で最大の見せ場で、鳳凰の尾羽ですね、代表的なのは伊藤若冲の絵画なんかでもよく使われますけど、鳳凰の小躍り舞うような、尾羽の表情をこの十数センチの四角の中にどれだけこのあと数ヶ月間でできるかっていうのが一つ勝負になるかなとは思いますんで。あと裏のこれヤスリ、独特なねあれですね、麻の葉模様に西洋彫金のこうつっつくような彫り方と7個を掛け合わせて、ちょっと複雑な今まで歴史上なかった模様を裏側には彫ってます。まだ名前を何て付けたらいいかわからないんですけど、長い歴史の中の端っこの端っこで残ればいいかなと思ってます。ね、ぜひ金工師辻本さんのオリジナルね、ヤスリとしてぜひ命名もしていただいて、後世に残していただきたいと思います。今まだこの制作途中の段階ですけども、今ここの距離から見ててもすごくこう迫力感かつこう緻密な作品がまた見れるのかなと、今から本当に僕も出来上がるのが楽しみにしてます。ありがとうございます。これから辻本さん、この陶装具の制作ですね、未来に向けてのなんかお話はありますか？そうですね、きっかけ、この和の日本の金属工芸品の世界に入るきっかけとして石黒葉の陶装具っていう形で入り口入らせていただいたので、陶装具はあと1点2点とこう努力をしなきゃいけないとは思うんですね。なんでしょう、こういう時代ですから SNS に載っければいろんなご評価もいただくんですけど、その評価一個一個は本当にありがたいんですけど、その人様の評価に惑わされないぐらいの自分のわがままをどれだけキープできるかっていうのが一つの勝負、これからの人生の勝負になるかなと思います。まだまだ辻本さん若いですしね、可能性はたくさんあると思うので、頑張っていただきたいなと。で石黒だけじゃなくてまたいろんな作品を辻本さんの作品をこれから見れることを僕は楽しみにしております。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。日本刀の美、今回はいかがでしたでしょうか？陶装具制作の過程、そして制作のエピソードなどさまざまな興味深いお話を伺うことができ、私もさらに陶装具への興味が深まりました。一人でも多くの皆様にこの陶装具の世界、その魅力をお届けできたらと思います。本日はありがとうございました。